いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回は冬アジングの中でも上級者が最も重視する目に見えない世界をお話ししていきます。本日の結論です。冬アジングは回遊待ちではなく一瞬待ち。アジは動かず、ルアーは動かさず、ただ重力と潮だけで食わせる釣りになります。そのために必要なのは数字ではなく力ではなく、わずかな変化を察知する感覚そのものです。今回お話しする極意はこの5つです。密度差の境界を読むレイヤーサーチ、角度変化で食わせるフェザーレンジ、止めずに止めるマイクロテンションフォール、重みだけでかける巻き押さえ、瞬間だけ食う逆タイミング試合。それでは本題に入ります。密度差の境界を読むレイヤーサーチ。冬のアジが最も頼る情報は水温でも光でもありません。密度差です。潮の重さ、水温差、プランクトン密度、これらが作る層の境界は水中で必ず帯になります。その帯の中にアジは張り付きます。例えば表層は10度、中層が11度、低層が12度。この1度差の境界線にアジはたまります。レンジを探る上級者は深さではなく密度の変わり目を探しています。これが冬アジングの根本です。角度変化で食わせるフェザーレンジ。アジが低活性の時、最も反応するのはルアーが速く動く瞬間ではありません。失速する瞬間です。ジグヘッドが沈み、潮を受けてわずかに減速すると、頭の角度がカチッと変わります。その一瞬、アジは下から見上げる角度でこの変化を捉えます。浮き上がりでもなく、アルミのフラッシングでもなく、ただ角度が変わるあの瞬間。これが上級者が言うフェザーレンジの食わせです。止めずに止めるマイクロテンションフォール。止めろと言われますが、本当に止めてはいけません。止めると不自然になります。必要なのは潮の抵抗だけでルアーをサスペンド風に見せること。ラインが張らず、たゆまず、ほんの数ミリだけ膨らむ。この状態を作るのがマイクロテンションフォールです。ルアーは動いていません。しかし止まっているように見えて、実際は潮にだけ押され、わずかに揺れています。これが冬のアジにとって最も自然な餌です。重みだけでかける巻き押さえ。冬の当たりは当たりではありません。ふわっと抜ける、もぞっと押される、止まる。これらは当たりではなく潮の変化かラインの抵抗です。本当の当たりはルアーの動きが一点停止する瞬間。その瞬間、ロッドを動かさず、角度を変えず、ただリールを巻き続ける。ティップがほんの一瞬だけ重みを止める感覚。その重さが確実に増したとき、ティップをそっと上げていく。これが冬専用の巻き押さえフッキングです。瞬間だけ食う逆タイミング試合。大型個体の捕食は時間ではありません。潮の流れでもありません。潮が歪む瞬間だけです。潮止まり直後の30秒、風が止んだ瞬間の30秒、反転流が生まれた瞬間のわずかな時間。大型アジは体力を使わないため動き続けることができません。来たなと思ったらその瞬間はもう終わりです。冬に釣れるのは時間ではなく瞬間です。今回のまとめです。冬アジングで釣れるのはうまく動かせたからではありません。動かさずに自然に見せられたとき、層の境界を読むレイヤーサーチ、角度変化で食わせるフェザーレンジ、止めずに止めるマイクロテンションフォール、重みでかける巻き押さえ、瞬間だけ食う逆タイミング試合。この5つの極意はすべて操作ではなく見えない変化を感じる力の釣りです。いかがだったでしょうか。冬のアジングは技術の釣りではありません。哲学の釣りです。潮の重み、ラインのたるみ、ルアーの失速、それらを感じられた瞬間、釣りは数字では測れない領域へ入ります。静かな冬の海だからこそ見えるものがあります。どうか今回の極意が冬アジングをさらに深く豊かにしてくれますように。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。
この動画が良かったら評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。